はい、皆さん、おはようございます。こちらは4月の2日の今朝の午前8時半頃となっております。これからレッドブル組手ストリートファイター6のイベントですねに向けて、フランスはパリまで、こちら14時間半の、フライトで行ってまいるところでございます。で今回はね、同乗者といたしまして R さん、アメゴさん、樋口と一緒の便ということですので、彼らとまずは合流してから、いつものねつけ麺でも食べてレッドブル組手行きたいと思います。今回ねレッドブル組手は10周年ということで、そしてレッドブル組手発祥の地フランスはパリでですね行われますので、楽しみにしているところでございます。それでは早速行ってみましょう。はい、またね羽田空港からということなんで、こちらの6輪車いただいていこうと思います。そして今回、心強い旅の仲間であるアメゴさんもまたね、こちら6輪車からのスタートということで。そうですね。いやなんか久しぶりだからそれ楽しみっていうのと、今回 JAL じゃないですか。はい、6輪車を波にすることで JAL の機内食も美味しくいただこうという飛び戸作戦でそうなんでいきす。たいと思います。本当にさらなるパーティーが先日ね大発表いたしました。井口さん、今回はプレイイン、ビーストカップでね見事代表戦を制して、そうです。トップ8からスタートみたいな感じですかね。そうだね、なんかでもトーナメントも決まってたね。決まってた。もう草薙だっけ。そうです。メキシコの方の草薙とやります。そっか、あっちそうそう。あの草�梩、そっかダブル草薙システム本戦にいますもんね、草薙は。フランスの。なるほど。アイドムとか GJG とか、あとタンク倒したサルバトーレ、いたね。結構いい感じのメンツ揃ってますね。まだトップ8からなのを考えると、まあ結構強いメンツだよ。そうですね。それとは別に LCQ もあるからね。ありますね。で LCQ はブラズがエントリーはしてるんでしょ。ブラズがなんかね、来るのかな。聞くところによるとチリの方のこのクラウドファンディングかなんかをやったらしくて、それが成功したから来るみたいな。うまいわ。濃厚なスープ、間違いないです。間違いない。これから JAL の便に乗って出発であります。どうですか、14時間半。寝ましょう。寝てきた。あんま寝てないですね。でさっきラーメンも食べたんでだいぶもう。いや、まあ機内食までやっぱ粘らないとな。俺起きて機内食食べる寝て。アメコさんは寝てないみたいです。朝まで経験やってたから着席しました。今ねもう間もなく出るところだと思うんですが、奇跡が起きています。ゆっくりとしたね、空の旅でフランスはパリまで向かいたいと思います。はい、フライトからおそらく11時間ほどが経ちましてですね、その間もなく言っても2時間ほどで、パリに着くと思われます。飛行ルートはですね、なんと、こちらアジア大陸の上空は一切通らず、東回りですわ。アラスカを抜けて、北極海を通ってこちらのパリまで来るというルートになっております。そして到着前のお食事、なかなか良さそうじゃありませんが、やっぱ JAL さんはねクオリティが高いんで楽しみです。
ホワイト&ミートソースとありがけもち麦ご飯です。ドリアみたいな感じが。うまい。意外とは長いんで、途中でね、お腹結構好きますよ。このゲームはね、後ろの方に、ちょっとしたお菓子とかは、ホットップとかはあって、これ食べれたんですけど、でかなりお腹いっちゃったら、まずはこれを食べて、着陸に備えたいと思います。さあ、パリのシャルドゴール空港に到着しました。こちらは夕方の5時となっております。かなりね、寝ることができたんですが、それでも体力は削られてしまうわけで、最初ね、隣3席空いてたんですよ。そしたら気づいたら、なんかね、変なおじさんが隣の隣にやばいね、そいつ。お疲れ様です。最後クラッシャーキャンセル界隈。いやでもね、どういうこと？最後クラッシャーキャンセル界隈。いやいやね、あの通りでしょ。3個使ってサイコクラッシャーしようかと思ってたところなんですが。ああ、なるほどね。ああ、じゃあ俺が行っちゃったからキャンセルになったんだ。僕は寂しかったですよ。ありがとうございます。いやこれあれなんですよ、 ABC だと C だったんですけど、奥のお二人がかなりビッグサイズの方で、これ14時間の間にトイレ行くたびに俺絶対起こされるなと思って、俺をまたいで通れるとかいうレベルの人じゃなかったから、これはちょっとトキンスの隣が行ってたのを見て赤変ワンチャンあるな。飛行機の醍醐味ですからね。フランスの空港はこんな感じです。到着。この前ベルギー来た時も確かここだったな。さあ、空港から1時間ほど車で送っていただきました。フランスはパリの街並みです。パリ来た感じするな。やっぱまだ明るいんだな。もうだって今8時。いや、すごいね。フランスはいつ以来だ？なんか UFA とかに出た時以来な気がするな。で今日はここから、チェックインして元ギルティだよね、ジョー東ことフィリップさんと合流をしてご飯に行くということになっております。腹減りましたね。ジョー東、久しぶりです。久しぶりです。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。東撃のフランス代表でチップ使いですよ。ギルティのそうガイル使いらしいですよ。今ガイルなんだ。昔からずっとガイル使ってたね、ストリートファイター2とか。そうなんだ。でも今はガイルとテリもね、ジョーがいないから、ジョーがいないからね。テリ使うね。今回よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、チェックインが済みましたので部屋の方に入っていきましょう。ここですな。さて、やっぱすごいね。ブル様々ですな。非常にゆったりとしたこの空間、素晴らしいね。カフェもあります。そして天井からも出るし、横からも出るというシャワータイプです。お手洗いもこういうタイプだ。なるほどね。で、ここに、5日間ほど、滞在させてもらうと
なります。じゃあちょっとね、休んでからご飯の方に行ってみたいと思います。さあ、これからですね、ホテルを出まして、ピザのようなものを食べに行くということになっております。周りは今もうね、8時半過ぎになったんですが、ちょっと暗くなったね。このような感じでございます。で、ジョー東さんはアルザス地方の方なんですが、このアルザス料理を食べに行こうということでですね、今この軍団で参るところでございます。ニャンピシャンも今回お願いします。おー、なんか明かりの具合がかっこいいな。カフェ多いよね。ラ・メゾン・ローク。メゾンは家っていう意味らしいですよね。鬼塚タイガーあるじゃないですか。これはぐれないように。パリの街並みを歩きながら、近いらしいんで歩いて行こうと思います。ここじゃない？バープラメ。綺麗だね。今回はマックスで行かせていただきます。マックスで行かせていただきます。どうでした？フライトは。あれですよ、横おらんかった。マジで？最後クラッシュ。俺それやろうとしてたらさ、なんか変なやつ乱入してきて、空いとるやんって。そうよく見たら R3 だった。いや俺機内さ、ダンジョン飯を今回ピッコまで買ってきたんだけど Wi-Fi が繋がんなくて、なるほど。読めなかったんだよね。入れてないんですね。まだ入れてない。だからちょっと帰りに楽しみにしようかな。ダンジョン飯本当に面白いから。ダンジョン飯やばいっすよね。本当に面白いよ。俺アニメも見て、なるほどね。でアニメまだ第2期やってなくて、それがなんかどうやらダンジョン飯の半分ぐらいらしいんですよ、シーズン1は。でその先をぜひとも見やすい。最後まで落として、あの作品すごいから、めちゃくちゃ面白かった。で今回の、レッドブル組手についてなんですが、今回ルールがですね、実はレッドブルの人に聞いてみましょう。今回はレジェンドと、なんていうんですか、新顔と言いますか、ルーキーたちですよね。それが相ま見えるんですよ。挑戦者枠で言ったらやっぱりニャンピちゃんがね選ばれたのがそうですね。ブックメイキング、女性のプレイヤーがここで爪痕残せたらかっこいいね。いや、そうですね。1回戦は若手対レジェンドになるんだよね。はい、って聞いてます。どう？ちょっと意識して練習してきたプレイヤーとかいる？ノア。ノアだプロディジー。逆にリュウはあんまりやれてなくて。ただノアは俺前回日本にシシンと来た時やったんですけど、マジで強くて、結構ルーク戦自信あったんですよ。ただ結構負けたんで、今回はもうひなおくんにめちゃくちゃやってたよね、ひなおくんと。めっちゃやってて、見てたらルーク戦は結構楽しみです。当たれれば勝てるかな。勝ちたいな。でも当たる可能性は一応だから8分の1で最初に当たるの。なるほど。それはじゃあ楽しみですね。抜けないですね。なんか勝ち上がりそうだしね。勝ち上がりそう。はい。結局最初当たんなくてもどっかで僕らが勝てれば。ありがとうございます。じゃあ続いて先生の方はどうでした？フライトの方は。レジェンド中のレジェンドでございます。僕はサイコクラッシャーするべくちゃんと相手のところ取りまして、そうなんだ。じゃあ案外空いてたんだね。なんかね、最初は結構きつきつだったけど、ここなら開くんじゃねえかってところを取ったら開いてたみたいです。旅慣れてると素晴らしいね。じゃあ今回ちょっと注目の、若手選手。若手選手、なんだろう。でも一番勝ちそうなのはノアじゃん。そう、若手枠だったら一番勝ちそうだなと思った。
お前らはザンギエフ・ボラードの怖さまだ分かってるのか分かってますよ。俺はちなみにノア戦とザンギ戦はめちゃくちゃやってきました。でもさ若手枠2人竜いるからさ、さすがにエンディ豪華も今結構竜らしい。あ、そっか。あ、やってたね、竜戦。コサとやってたね。初めて、あれはコサさんの前捨てね。もしよかったらっつって。あ、そうなんだ。ヤスさんとなるおにあ、なるほどか。上から声かけてやったんですけど、初めてやっぱちゃんとやったね。まあそうです。まあもう小賢しいキャラにちゃんと育ってますよ。いやだから主人公なのにさ、フェイントばっかりっていうのがちょっと残念なあれなんだけど、でもまあ知らなかったらやられちゃうっていう理由は。発砲カップ2位ですから。まあ確かに。それ考えたらもう絶対ちゃんと強いです。LCQ にブラズもあね、来るらしいので。さっきいたからホテルの前に。あ、もういましたか。日本からヒカルくんもそうね。そう。出るみたいで、その時点でも結構楽しめそうだね。CQ も楽しめそうです。まあそんな感じでございます。非常にね注目して組で見ていきたいと思います。では食を楽しみたいと思います。ピザマルガリータですか。あ、うまっ。やばいよね。めっちゃ薄いっす。めっちゃ薄くて、まあシンプルな。チーズが濃厚ですね。美味しいですか？超うまい。今ホテルに戻ってきました。ということでですね、非常に長い移動の日でしたね。まあでも最後にみんなで美味しいねアルザス地方のピザを、食べまして、その中で非常に有益なですね、情報交換もできましたし、楽しい食事の場でした。もちろんね、孫さんの話題も出ましたよ。まあそんな感じで、フランス1日目これにて終了でございます。でですね、この近くでなんか美味しそうなレストランとかもしご存知な方がいらっしゃれば、ぜひコメントの方でよろしくお願いいたします。結構ね時間がある旅になっておりますので、行ってみたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。それではまた。